こんばんは。今日のサブチャンネルはパイシートとリンゴ、この2つがあるということはアップルパイを作ります。最近の出来事とか、あとは質問が届いていたので、その質問についても答えていこうかなって思ってます。早速今日の出来事なんだけど、ここにストローがあるんですけど、このストローを使って今日弟がずっと遊んでたんですよ。私も初めて見たんだけど、動画でこうやってストローを持ってる人がいて、指で弾くんですよ。そしたらストローはまっすぐ行くんじゃなくて、こうやって回転して自分のとこに戻ってきて、それをキャッチするっていう動画があったみたいで、それを見た弟が昨日くらいからこの遊びにはまり始めて、もうずっと永遠とやってたんですよ。で、今日も外出する前までずっとこのストローで遊んでて、じゃあ気をつけてねって言っておいちゃんと2人で見送ったんだけど、さっき私がねアップルパイ作るって言って紙を結び直した時に、このストローがポトって私の頭から落ちてきたんですよ。あ、これは弟の仕業だと思って一人で笑っちゃいました。で、弟が外出する前に多分私の頭に刺して出ていったみたいです。もうこれ全然気づかなかったから、そのまま私も買い出しとか行ってたら危なかったなと思って恥ずかしい思いをするところでした。帰ったらたっぷりと説教しないといけないですね。はい、じゃあフライパンに火をつけます。私が今見ているレシピのタイトルがアップルパイ冷凍パイシート&レンジリンゴ&型なしで簡単三つ編みが可愛いアップルパイだそうです。でももしパイシートが足りなくなっちゃったら編み込みはできなくなっちゃうけど、とりあえずリンゴを入れる。もし時短したりとかレンジで簡単に作りたいっていう方はレンジでリンゴを加熱できるみたいなんだけど、フライパンを使って焼く方が好きなのでフライパンを使ってます。レモン汁小さじ1/2。レシピにはないんだけど、こちらのシナモンを後で入れます。あればグラニュー糖って書かれてるのでグラニュー糖を使います。私いつもはきび砂糖を使うんだけど、今日はグラニュー糖にしてみようかな。ここにシナモンパウダーも振りかけます。いい香り。やっぱシナモンパウダーはあったら絶対入れたいですよね。なんかリンゴの量がすごい減っちゃった気がする。小麦粉まぶす。そしたらパイシートを伸ばしていきます。ちょっと薄めに少しだけ伸ばそうかな。何年か前一人暮らしの時に一度だけパイシートも作ってみたくて生地からね作ってみたことがあるんだけど、失敗しちゃって全然この市販のパイシートに近づけられなくて、その経験をしてからはずっとパイシートを買うようにしてます。買った方が美味しいし楽ちんだから。これくらいでいいかな。これで洗ったボウル型を取ります。これくらいかな。周りの線に沿って包丁で切っていく。どうかな、切れたかな。あれ、あ、そっか、ボウル側にも打ち粉をしないといけなかったかも。大丈夫だ、取れる。じゃらん。そしたら2枚目のパイシートも少し伸ばします。さっきのこの余った部分も後で伸ばしてカットします。アップルパイの上の部分でいきます。さっ
きカットした丸い生地にりんごをのせます。端っこの方にはあまりのせないでくださいって書いてた。こんな感じ。さっきの切ったのを上にのせます。細かったか。見てください。ここはなんとなくいい感じだけど、だんだん終わりになるにつれてうどんみたいな細さになってしまった。まあとりあえずこれでくっつけてみよう。プッシュ。なんか変な感じになっちゃった。これどんな仕上がりになるんだ。そしたらもう仕上げですね。黄身と白身を分けていきます。白身も混ざっちゃった。これはね、もし私みたいに失敗しても大丈夫っていうことを教えたくて、あえて私も失敗しました。で、この黄身にちょっと分量外のお水も入れるといいみたいです。スプーンに半分ぐらい入れてみようかな。ちょっと変な感じになっちゃったから、せめて焼き目は綺麗につけたいな。私いつも卵黄だけ塗るときは水とか混ぜたことなかったんだけど、ちょっと水を入れた方が塗りやすくはなりますね。これで焼き上がりもあまり変わらなかったら、これから水入れるようにしようかな。で、先ほどの白身はだし巻き卵に入れたりとか、あとはスープに入れる溶き卵として使います。これは仕上がりが楽しみです。OK。今思ったんだけど、真ん中の部分も編み込みにするの忘れてた。もう今からじゃ遅いですね。仕方ない。200度のオーブンで15分ほど焼きます。私が使ってるオーブンはちょっと火力が強いので、10分くらいでまずは様子を見てみようと思います。今オーブンで焼けるのを待っているので、待ちながら最近来ていた DM があって、それについてお返事を返していこうと思います。花子さん、聞きたいことがあって DM しちゃいました。YouTube でお時間があるとき、もしよかったら答えていただけたら今後頑張れる気がします。頑張れる気がしますって言ってくれたので答えていきます。やりたい仕事が田舎で移住するしかなくて迷っています。花子さんは東京に来るとき、最初友達はいましたか？私は雪も降る実家も山道を車で4時間、家族友達も近くにいない、初めて一人暮らしになるっていう状況になるので、たまたまいい求人があってチャンスと思ってはいるのですが、今の仕事の疲れと不安で決心できなくてっていうメッセージでした。まず一つずつ話していくと、最初は友達がいましたかっていう部分に関しては、私が上京する前に専門学校に通っていて、その時の専門学校のクラスメイトが何人か上京していたので、すぐに会えるといえば会える状況でしたね。だからこっちに来て1年目の時とかは年に1回は会ってお茶したりとかしてたんだけど、そんなにね頻繁に会うっていうわけではなかったから、住んでる場所もお互い離れてたからね。で、この DM をくださった方は、やりたい仕事が田舎で移住するしかなくて迷ってますっていうことだったんだけど、私がもしこの方と同じ状況だったら、やりたい仕事が田舎であるならちょっと迷うけど行くかな。私は雪も降る実家も山道を車で4時間、家族友達も近くにいない初めての一人暮らしになるっていう状況。でも
私が上京したての頃もそんな感じで上京しましたね。私上京した理由が専門学校を卒業して服飾関係の仕事に就きたいっていう夢があったんですよ。で、服飾関係のお仕事って言ってもアパレルのお洋服の店員さんだったりとか、あとは本社の方とかデザイナーの方とか、アパレル関係って言ってもいろんな部署があって、私がね本当は行きたかったのがアパレルの本社で仕事がしてみたいっていう夢があったんですよ。最初はデザイナーになりたいなって思ったんだけど、その夢は諦めて、でもお洋服はずっと好きだから服飾関係で本社に勤務ってなったら東京が一番チャンスがあるって思ったから上京したので、私の場合は沖縄が田舎だったから都会に移住するっていう形でこの方とは逆だったんだけど、やっぱやりたいことがあるってなったら家族も友達もいない一人暮らしでも行きますね。今の時代 LINE とかすぐに連絡取れる手段もあるから、家族とか友達が近くにいなくても近くに感じられるっていう手段があるからね、そこはあまり気にしないと思います。なのでこれがね本当に心からやってみたいとか、あとはこの道を選んで後悔しないかっていうのは考えるかな。私が実際悩んだ時にいくつか考える方法があって、まず第一はこの道が自分にとって楽しいかっていうのを考えます。これはもうまず第一前提ですね。何か二択で迷った時も自分が楽しそうだなって思うところに行くようにしてます。あとはそれをしないで後悔しないかっていうのも結構考えますね。もしそれでもどっちにしようかまだ悩んじゃうっていう時は紙とペンを用意してメリットとデメリットを全部書き出すんですよ。もうちょっとしたことでもいいから、例えば私がその状況になったら雪が降るって書いてたから、私にとってそれは最初は楽しいかもしれないけど、私寒さにめちゃくちゃ弱いから沖縄で生まれ育ったっていうこともあって、だから私にとってはそれがちょっとデメリットになるんですよね。寒冷ジンマシンも出ちゃうし、デメリットの欄に冬は寒いって書いたりとか、あとはメリットだとやりたい仕事ができる、あとはそこで暮らすことでどんな楽しいことができるかなとか、そういうのをワクワクしながら考えたりするのも自分の背中を押す原動力になるかもしれませんね。もし仮にその場所に一人で暮らして、ちょっと自分に合わないかもとか、やっぱり帰りたいなって思う気持ちももしかしたら出てくる可能性もあるじゃないですか。でもそういう時はそれがね本当に辛かったらいつでも帰ってこれるっていう状況を作ることも大事だなって思ってて、私もこっちに来たばかりの時は 1,2 年ぐらいしたら沖縄にいつでも帰れるなっていう気持ちで仕事をしていて、でも結局ねその考えがあったからいつでも帰れるいつでも帰れるって思ってたから、結局沖縄に帰らずもう7年8年くらいかな経つんだけど、もしこれで私が沖縄に帰ったとしても就職のために上京して、しかも一人暮らしまでできたっていう自信がつくから、絶対ね行動したことはマイナスにならないと思うから、私が今お伝えしたやり方でゆっくり考えて決めてみてください。どちらの道にせよ応援してます。じゃーん、完成しました。またいつかリベンジします。本日もご視聴いただきありがとうございました。